旭川からこんにちは。さあ今回は北の大地が育んだ最高のソウルフード旭川ラーメンを大特集します。一口に旭川ラーメンといっても実は王道の味からびっくりするような超個性派までものすごく奥が深いんです。地元で長年愛され続ける老舗、そして行列の絶えない超有名店まで、今回は旭川に行ったら絶対に外せない名店を厳選してご紹介します。これを見れば次の旭川旅で行きたくなるお店がきっと見つかるはずです。それでは早速行ってみましょう。ラーメン青葉。旭川ラーメン巡り、記念すべき1店目はここ。昭和22年、初代が屋台からスタート。旭川最古の老舗店の一軒であり、その歴史を語る上で絶対に外せない伝説の名店。お店があるのは旭川市二条通り8丁目。 JR 旭川駅から歩いて8分ほどという観光客にも嬉しい抜群の立地です。旭川のメインストリート、平和通り買い物公園からもすぐ近く。路地に佇む老舗の雰囲気がもう最高なんですよね。のれんがかかっていないと洋食屋みたいですよね。そして青葉のすごいところが朝9時半から営業していること。ホテルのチェックアウト後やちょっと贅沢な朝ラーとして楽しめるのも魅力なんです。こちらが看板メニュー、醤油ラーメン。見てください、この美しく澄んだスープ。豚骨や鶏ガラの動物系に利尻昆布、鰹節、煮干し、さらに野菜の旨味を重ね、弱火でじっくり炊き上げた伝説のダブルスープ。実はこの味、創業当時から継ぎ足し続けられている伝説の一杯なんです。そしてその味を2代目、3代目の店主さんが創業当時の製法を守りながら受け継いでいます。そこに合わせるのが旭川伝統の中細縮れ麺。スープをしっかり持ち上げ、あっさりしているのに奥深いコクが口いっぱいに広がります。これはもう箸が止まりません。さらに店内には国内外の著名人のサインが壁一面にずらり。まさに歴史と実力を兼ね備えた旭川ラーメン界のレジェンド。旭川ラーメンの原点ともいえる一杯。まずはここからスタートです。それでは次の名店へ行きましょう。さあ、旭川ラーメン巡り、続いての2店舗目は国内だけでなく世界にもその名を知らしめるグローバルな超有名店。昭和44年創業、旭川を代表する老舗、梅光軒旭川本店です。お店があるのは JR 旭川駅から徒歩およそ5分ほど。買い物公園エリアのすぐ近くという抜群の立地で観光客にも大人気。お昼時には地元民から観光客まで次々と集まり、オープン直後から満席になることも珍しくありません。ちなみに梅光軒という名前には庶民の味であるラーメンを松竹梅の梅に見立て、その梅に光を当てたい、そんな熱い思いが込められているんです。そして梅光軒のスープを語る上で欠かせないキーワード、それがコテあっさり。豚骨や鶏ガラのコク深い動物系スープに煮干しや昆布の旨味を重ねた旭川伝統のダブルスープ。10時間以上じっくり煮込まれたスープは濃厚なコクがありながら、後味は驚くほどすっきり。気づけば最後の一滴まで飲み干してしまう、まさに魔法のような一杯なんです。そしてこの極上スープをしっかり持ち上げるのが、卵を使わずに仕上げた特注の中細縮れ麺。旭川の寒い冬でもより
体が温まるように、そんな思いから通常より強い縮れに仕上げられているんです。さらに器の中で圧倒的な存在感を放つのがこの極太メンマ。大きいものではなんと親指サイズ。柔らかさとサクッとした食感が絶妙で、これを食べに来るというファンが多いのも納得です。そしてチャーシューには希少な旭川ブランド豚噛み込み豚を使用。噛むほどにお肉の旨味がじわっと広がります。現在は2代目店主さんがその味を受け継ぎ、なんとシンガポールやハワイなど世界6カ国にも展開。旭川が誇るコテあっさりの究極の一杯。これはもう絶対に外せません。さあ、旭川ラーメン巡り、続いての3店舗目は、豚骨の深いコクと最後まで冷めない熱々スープが自慢の本格派。昭和27年創業、70年以上にわたり旭川ラーメンを支え続けるレジェンド店、ラーメン屋天金です。お店があるのは旭川市四条通り9丁目、 JR 旭川駅から徒歩およそ10分ほど。外観からすでに名店オーラが漂っています。さらに食べログラーメン北海道100名店2025にも選出。店内には有名人のサイン色紙がずらり。長年愛され続けてきた歴史を感じます。そして天金でいただくのはやっぱり一番人気の醤油ラーメン。見てください、このスープ。少し濁りのあるスープは豚骨をベースに2日間じっくりと煮込まれた力強いスープ。そして最大の特徴が表面を覆うこのラードの油膜。これこそが旭川ラーメンの象徴ともいえる存在なんです。氷点下の寒さでも最後までスープを熱々で楽しんでもらいたい。そんな旭川ならではの知恵とお客さんへの思いが詰まっています。一口すすってみるとやっぱり熱い。本当に最後まで夫婦必須です。そしてこの濃厚でキレのある熱々スープに合わせるのが加水率低めの中太縮れ麺。スープをがっつり持ち上げ、小麦の香りと豚骨のコクが口いっぱいに広がります。さらにしっかり食感の王道チャーシューにコリコリ食感のメンマも最高のアクセント。見た目はかなり濃厚なのに不思議と最後の一滴まで飲み干したくなる。長年ラーメンファンを魅了し続ける理由がよくわかる一杯でした。旭川の伝統、ラードが覆う熱々スープの真髄を味わうならここは絶対に外せません。それでは次の名店に行きましょう。さあ、旭川ラーメン巡り、続いての店舗は一度食べたら絶対に忘れられない唯一無二の強烈な個性を放つ伝説の老舗、昭和22年創業、八屋五条創業店です。ラーメン青葉と並び旭川ラーメンの最古の歴史を誇る超名店として知られています。お店があるのは旭川市三条通り15丁目、 JR 旭川駅から徒歩で13分ほど。実はこの八屋、もともとはラーメン屋ではなくアイスクリーム店としてスタートしたというちょっと意外な歴史を持っているんです。そのため現在でも蜂蜜を使った蜂蜜ソフトクリームが人気メニューとして販売されています。そしてそんな八屋の看板メニューがこちらの醤油ラーメン。器が運ばれてきた瞬間、誰もが驚くのがスープの表面に覆うこの真っ黒な油。これこそが八屋最大の特徴、秘伝の焦がしラードです。豚のラードに鰹節など魚介の旨味を加え、焦げる寸前まで直火で焼き上げた特製油。一口すすれば香ばしさとビターなコクが一気に押し寄せてきます。最初は驚くんですが、これが不思議なほど癖になる人が続出。同時にこ
これが苦手な人も続出するという超個性派ラーメン。そしてこの焦がしラードの下に隠れているのがアジ煮干しベースの魚介スープと豚骨をじっくり煮込んだ動物系スープを合わせた秘伝のダブルスープ。個性的な焦がしラードを奥深いスープがしっかり支え、唯一無二のバランスを生み出しています。さらに麺は本店裏の工場で作られている自家製の低加水ストレート麺。パッとした歯ごたえとともに焦がしラードのスープの旨味をしっかり運んでくれます。最初は驚く。でも気づけばまた食べたくなる。そんな中毒性を持つ旭川ラーメン界きっての超個性派。歴史と創造性が詰まった究極の一杯。これは絶対に体験してほしい名店です。それでは次のお店へ行きましょう。さあ、続いてのお店も個性派。一度食べたら誰もが虜になる唯一無二のラーメン。昭和42年創業、生姜ラーメン水野です。お店があるのは旭川市常盤通り2丁目。JR 旭川駅から歩いて22分ほど。旭川の歴史あるロータリー商店街の近くにあり、車やバスでもアクセスしやすい場所です。実はこの水野さん、もともとはラーメン店ではなく駄菓子屋さんとしてスタートしたという驚きの歴史を持っているんです。そして大の生姜好きだった先代が大好きな生姜をラーメンに入れてみたらどうだろうと思いついたことから、この唯一無二の味が誕生しました。店内は決して広くはありませんが、壁には有名人や著名人のサインがずらり。全国からファンが訪れる人気店なんです。そして来店客のほとんどが注文する看板メニューがもちろんこちら、生姜ラーメン醤油。運ばれてきた瞬間から生姜の爽やかな香りがふわっと広がります。スープのベースは厳選された豚骨を使い、沸騰させない絶妙な火加減で9時間じっくりと炊き上げられた極上スープ。さらに旨味を深めるために1日寝かしたスープに特製のすりおろし生姜をたっぷり合わせています。これによって驚くほどすっきりしているのにしっかりコクがある味わいに仕上がっているんです。一口すすれば生姜の心地よい風味と醤油の旨味が体にじんわり染み渡り、芯からポカポカに。まさに旭川の寒さを吹き飛ばしてくれる癒しの一杯です。合わせるのは旭川らしい中細縮れ麺。スープをしっかりとまとい、生姜の爽快な香りを口いっぱいに運んでくれます。さらに昔ながらの味わいが楽しめるチャーシューも絶品。シンプルだからこそごまかしが効かない、そんな職人技を感じる一杯です。見た目は素朴、でもここでしか味わえない旭川ラーメン界でも異彩を放つ生姜ラーメンの名店。最後の一滴まで飲み干したくなるこの優しい味わいをぜひ体験してみてください。近くには常盤公園という素敵な公園もあるので、こことセットで訪れるのもおすすめですよ。それでは次のお店へ行きましょう。さて、次は旭川駅近くにあるこちらの人気店へ。全国、いや今や世界にその名を轟かせる超有名店、ラーメン三等家旭川本店です。場所は JR 旭川駅から徒歩わずか4分ほど。アクセス抜群で観光客にも大人気のお店です。旭川といえば古くから醤油ラーメンの本場の町ですが、そんな醤油ラーメン文化のど真ん中で三等家が創業当時から看板に掲げ続けているのが、なんと塩ラーメンなんです。1988年の創業当時、メニューは塩ラーメン1本のみ。じっくり作り上げた自慢のスープを最後の一滴まで味わってほしい。そんな創業者の思いから、あえて醤油ではなく
スープの旨味がダイレクトに伝わる塩で勝負したんです。その味の決め手となるのがこの美しい白湯スープ。豚骨を長時間じっくり炊き上げながらも臭みは驚くほどゼロ。実は山東家ではスープ完成後に再沸騰させないという徹底したこだわりを守り続けています。だからこそ豚骨の旨味だけを丁寧に引き出したまろやかで優しい味わいになるんですね。そして極上スープに合わせるのが特製の中細縮れ麺。スープをしっかり持ち上げ一体感抜群です。さらに山東家といえば忘れてはいけないのが器の中央に添えられたこの小梅。紅を刺した色白で細身の女性をイメージしたという美しく上品な盛り付けはまさに芸術品のようです。そしてもう一つの名物がとろ肉チャーシュー。学生さんにもお腹いっぱい食べてほしい、そんな思いから生まれた豚の頬肉を使った希少なチャーシューで口の中でとろける柔らかさがたまりません。醤油ラーメンの町旭川であえて塩という個性を貫き世界的人気店と成長した山東家。創業当時から受け継がれる家族に食べさせたい体に優しいラーメン、その思いが今日もこの優しい白湯スープに行き着いています。さあ、旭川ラーメン巡り、最後にご紹介する店舗は旭川ラーメンのイメージをガラリと覆す超ド迫力の定番、地元民がこよなく愛する激うま進化系ラーメンが味わえる超人気店、昭和56年創業ラーメン専門ひまわりです。お店があるのは旭川市大雪通り3丁目。 JR 旭川駅からは少し距離があり車で9分ほど、新旭川駅から行けば徒歩9分ほどの距離です。店内にはカウンター席、テーブル席、小上がり席もあり、温かい接客がとても印象的なお店です。そしてこちら、とにかく大人気、平日でも行列ができることが珍しくなく、地元民から観光客まで多くの人が訪れます。そんなひまわりでお客さんのおよそ8割が注文するという圧倒的人気メニューがこちら、モルメンです。モルメンと思った方も多いですよね。実はこれホルモンラーメン。旭川はラーメン文化だけでなく塩ホルモンの発祥の地とも言われるほどホルモン文化が根付いている町なんです。そんな旭川のソウルフード同士を融合させたのがこのひまわりのモルメン。まさに旭川グルメの集大成ともいえる一杯なんです。運ばれてきた瞬間、炒めたホルモンの香ばしい香りが一気に広がります。器の上にはプリプリの国産豚ホルモンにキャベツ、ニラ、もやしなどの野菜がたっぷり。厳選された国産ホルモンは臭みが一切なく、噛むたびに旨味がじわっと広がります。そしてスープは豚骨や鶏ガラに昆布や煮干しなどを加えて長時間炊き上げた濃厚スープ。そこに炒めたホルモンの脂と旨味が溶け込むことで、さらにパンチのある極上スープへ進化していくんです。合わせるのは旭川ラーメン伝統の低加水の中細縮れ麺。濃厚スープをがっつり持ち上げ、最後まで夢中で食べ進めてしまいます。これはもう途中で小ライスを追加したくなること間違いなし。一度食べたら忘れられない中毒性抜群のスタミナ系旭川ラーメン。旭川ラーメンの文化はここまで進化している、そんな驚きをぜひ体験してみてください。さあ、ここまで旭川市内の名店をたっぷりご紹介してきましたが、限られた旅行時間の中でもっと効率よく食べ比べをしたい、家族や友達とそれぞれ違うお店のラーメンを一緒に食べたい、
そんなラーメン好きの皆さんにとっておきの耳寄り情報です。実は旭川にはそんな願いを全部叶えてくれるラーメンのテーマパークがあるんです。それがこちら、旭川ラーメン村です。場所は旭川市中山11条4丁目、大型ショッピングセンターパワーズの一角にあります。1996年の誕生以来、旭川ラーメン文化を全国、そして世界へ発信し続けている超人気スポットなんです。施設内には旭川を代表する人気ラーメン店がなんと8店舗も大集結。今回動画の最初にご紹介したラーメン青葉、ラーメン屋転勤、そして売光軒など名だたる人気店も出店しています。しかも各店舗にはミニラーメンも用意されているので、1日で2軒3軒と食べ歩きできるのも最高なんです。さらにラーメン村の魅力は食べるだけじゃありません。施設内には丼やレンゲがデザインされたユニークな旭川ラーメン村神社も、スープのように熱々の中が麺のように長く続きますように、そんな願いが込められたちょっと面白い隠れパワースポットなんです。おみくじを引いたり、顔出しパネルで写真を撮ったりと思い出作りにもぴったり。さらに旭山動物園の動物たちがラーメンを食べている巨大壁画も人気のフォトスポットになっています。そして広々とした無料駐車場も完備。レンタカー旅でもアクセス抜群です。旭川ラーメン文化がぎゅっと詰まったラーメン好きの聖地、旭川を訪れた際はぜひ旅のルートに組み込んでみてくださいね。王道の老舗から唯一無二の超個性派、そして大満足の進化系ラーメンに食べ歩きが楽しいラーメン村まで、旭川ラーメンの奥深い世界、いかがでしたでしょうか。厳しい寒さの中で育まれたいっぱいいっぱいには、職人たちのこだわりとお客さんへの温かい思いがぎゅっと詰まっていました。だからこそ旭川ラーメンは今も地元の人たちや全国のラーメンファンに愛され続けているんですね。今回ご紹介した中で、ここへ行ってみたい、このラーメンを食べてみたい、ラーメン村ではしごしたい、そんな気になるお店があったらぜひコメント欄で教えてください。動画が楽しかった、参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。